さあ皆さん、元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、卵を使わない材料3つでできるバニラアイス、こちらご紹介したいと思います。最後まで見てください。では行きましょう。お願いします。はい、じゃあ材料紹介していきます。ホワイトチョコレート、生クリーム、これ練乳ですね。あと2位で、これバニラの使い方、こちらもご紹介していきます。はい、じゃあまずこれちょっと2位のバニラなんですけど、こういったバニラビーンズっていうのが売ってます。これ真ん中裂いて、中に入ってる種だけを使ってください。ここに中に、ちょっとね、見づらいんですけど、黒い粒々が入ってるんです。この粒々が、すっごい香りがするバニラなんですよ。これをチョコレートの方に加えておきます。はい、これ今バニラが入ったチョコレートなんですけど、ここに 70g 分の生クリームを加えていきます。もう冷たくて大丈夫です。もしバニラビーンズがないわっていう場合は、この段階でバニラを入れるんじゃなくて、バニラエッセンスとか売ってると思うので、それはまた後の段階で加えてください。この段階でラップをして600ワットのレンジで溶けるまで温めたいと思います。はい、この後残りの生クリームを泡立てていきたいと思います。はい、泡立ちました。結構しっかりですね。ここで泡立てておくと、後で冷やした時に途中で混ぜたりする必要がないです。ここの気泡が結構大事なので、この状態まで立ててラップして冷蔵庫に入れといてください。はい、これチョコレートと温めといたやつですね。これまずしっかり泡立て器で混ぜてください。生クリームとチョコレートがきれいに混ざっていきます。で、もし溶け残りとかがあったらプラスでレンジで温めてもらえたら大丈夫です。はい、これ今チョコと生ですね、混ざった状態です。で、ここに今日は練乳を加えます。要はこれって、砂糖の甘いペーストになるんですけど、これが入ることによって出来上がったアイスがすごい柔らかくなります。柔らかくなって口どけも良くなるし、あとはこの練乳の甘さですね、これも加わります。なので、もしなかったら蜂蜜とか水飴とかでも大丈夫だと思います。はい、でこれでここもしっかり混ぜてください。はい、完全に混ざったらこのベースは完成です。ここにあとは生クリームを合わせて固めれば完成です。この後やっていきます。はい、これ生クリームですね。しっかり泡立てた状態です。でこのチョコレートと生クリーム、これ合わせていきたいと思います。はい、これ今入れた状態です。これを下から上下から上って混ぜていってください。もう普通に気にせずこうやって混ぜても大丈夫ですよ。混ざれば OK です。よくね、卵が入ったレシピがあるんですけど、あれ基本皆さん生卵で入れてるレシピが多いと思います。あれ卵を冷凍して食べるってなかなか危ないと僕は思ってるので、今日は卵を入れないレシピで紹介しています。それでも練乳入れてるのでめちゃくちゃコクが出てすごい美味しいので、ぜひこれやってみてください。はい、これ混ざった状態です。これを好きな容器に流して固めたら完成です。はい、流し終わったらこれラップしてもらって固まるまで冷凍庫で冷やし固めてください。さあ、できました。バニラアイス完成です。めちゃくちゃ美味しそうです。さあ、最後までありがとうございます。ちょっとね、できたら食べてみたいと思います。柔らかい。めちゃくちゃ濃厚ですよ。美味しい。これポイントのおさらいですね。これ生クリーム泡立てたと思うんですけど、あれしっかり泡立ててください。生クリームの泡立てによって途中でこうかき混ぜる必要が一切なくなるんですよ。あれがこう目が詰まっちゃってると結構ガリガリになっちゃうので、必ず生クリームはしっかり泡立ててください。それさえ守ればこんだけですね、めちゃくちゃ美味しいアイスが作れます。ぜひやってみてください。今日も最後まで見ていただきありがとうございます。コメント、チャンネル登録ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さようなら。